皆さん、こんにちは。日本語講師のゆりです。この5分ジャパニーズリスニングプラクティスでは、日本語の意味や文化だけでなく、なぜ日本人はそう考えるのかという背景にある考え方まで一緒にお話をしていく、そんなポッドキャストのコーナーでございます。今日は皆さんに実際の俳句を紹介して、暗黙の了解の了というのを体験してもらいたいと思います。言わない部分について体験してもらうということですね。その前に一つ皆さんに質問してみたいんですが、皆さんの国には言わなくても伝わることっていうのはあるんでしょうか？例えば友達が寒そうにしているとき、あなたちょっと寒そうだねって言わずにどう伝えますか？私は暖房つけようかって言っちゃうんですよね。寒そうだねみたいなことは言わないんですよね。こういう日本での日常のコミュニケーションの感覚と俳句を読むときの理解っていうのは、実は私は同じだと思うんですよね。言葉に全部されていなくても、書かれていなくても、背景や雰囲気、状況、文脈を読み取る。これが日本語の奥行きであり、俳句を楽しむポイントでもあります。では、早速一つの俳句を紹介します。とても有名な俳句なんですが、与謝蕪村の俳句ですね。菜の花や、月は東に、日は西に。菜の花や、月は東に、日は西に。皆さん、この俳句を聞いて、どんなイメージが浮かびましたか？俳句はたった五七五の17音でできていますね。この俳句の季語は菜の花ですね。菜の花は春に咲く小さな黄色い花なんですが、季節だけではなくて、日本人のその季節に対する感情まで含めた、小さな辞書みたいなものが季語なんですよね。この俳句の季語は菜の花です。では、皆さんに想像をしてみてほしいんですが、菜の花が多分一面に広がっていると思うんですよ。で、広がっている黄色い菜の花の上に、東から月が昇って西に日が沈んでいく。おそらくそういう夕方の風景なんですよね。そんなイメージができますか？どんな風景か Google 検索したイメージ画像を載せておきますね。この画像を見てみて、この光景、美しい光景だと思うんですが、それ以上に、それ以外に何が考えられますか？ちょっと皆さんも考えてみてください。これには正解はないんですけど、私の解釈だと、実は太陽と月が同時に登場するっていう描写は、時間の移ろいっていうのを、象徴している、表していることが多いですよね。なので、単にその光景の美しさだけを読んでいるわけではなくて、長い冬の終わりと、あと春の訪れっていう、そういう季節の変化と感動も、この菜の花や月は東に、日は西にっていう詩に込めて歌ったのかなって私は思いました。昔の日本は、冬がとても厳しい季節でしたでしょうから、そういうことも含めて春の訪れ、春の訪れは命が芽吹く時期ですよね。そういう春が感動につながったのかなというふうに私は思いました。これは私の解釈ですね。
皆さんはどんな背景、文脈を読み取りましたか？私が言ったような文脈じゃなかったとしても全然問題はありません。なぜかというと、俳句は言わなくても伝わることをたくさん含んで成立しているからですね。これは日本で育った人が共通して持っている感覚で、逆に言うと日本人でも日本で育っていない人だとわからないんじゃないかなっていうふうに私は思いますね。よかったら皆さんがどんな想像をしたのか教えてください。俳句っていうのは言葉をそのまま受け取るだけでは、その俳句の面白さは多分ね、半分しかわからないんですよ。逆に暗黙の了解を意識すると、俳句だけじゃなくて日本語そのもの、日本語の豊かさや奥行きをもっと感じられるようになると思います。俳句を読むことは単純に日本語を学ぶだけじゃなくて、日本文化の世界観というか空気感というか、そういうものも体感する練習になりますよね。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。